来た！ついに来たぞ！俺たちが世界を動かすその華々しい第一歩を踏み出す時が！ねえねえ、ダルくんダルくんどうしたん、マユシ？なんだかね、オカリンが変なんだよ。どうしちゃったのかな。さあ、なんか悪いもんでも食べたんと違う？悪いものってゲルバナとか？いや、さすがにあれは食わんでしょ。つうか、オカリンが変なのはいつものことじゃね？あ、そういえばそうだね。おいお前たち、さっきから何をコソコソと話しているのだ。いいか、今回のことは我がラボにとってこれ以上ないほどめでたいことなんだぞ。もっと喜んだらどうだ？はーい、マユシーはオカリンに質問があります。質問？なんだ、言ってみろ。今回のことって何かな？最近何か特別なことってあった？まゆりよ、お前は何寝ぼけたことを言っているのだ。いいか、なんとついに俺たちのことがアニメになったのだ。これを高らかに叫ばずして何を叫ぶというのだ。普通に喜べばいいだけで何も叫ぶ必要ないんじゃね？ダル、そうやってのほほんと人の上げ足を取っていられるのも今のうちだぞ。いいか、聞いて驚け。実は今俺たちがこうしている状況がお前の大好きなニコ生で放送されているのだ。なんだって？どうやらやっと驚いたようだな。ニコ生ってあのニコ生のこと？あのが何を指しているのかいまいち定かではないが、おそらくそのニコ生のことだ。おお、本当だ。今ニコ生に繋いでみたけど、僕たちの喋ってることがそのまんま流れてるお。マユシーにも見せて見せて。ほれ、この通り。わわわ、ほんとだ。パソコンの中からマユシーの声が聞こえるよ。だから言ったではないか、放送していると。ねえねえ、ダルくん、これニコ生ってことは、ここでマユシーが何か言ったらみんな返してくれたりするのかな？わからんけど、多分反応してくれると思われ。じゃあいつもの挨拶言ってみてもいいかな？オカリンいい？挨拶だろうとなんだろうと好きに言うがいい。それじゃあ言ってみるね。せーの、トゥットゥルー。見て見て、オカリン、みんな返してくれたよ。当然だ、それがニコ生の特性だからな。すげえ、ニコ生すげえ。まゆしまゆし、僕にもやらせて。いいよ。やべえ、急すぎて僕こういう時どんなこと言えばいいかわからないよ。笑えばいいと思うよ。ふーってこれって僕のセリフじゃないし。二人とも戯れるのもほどほどにしろ。いいか、これは遊びでやっているんじゃないんだぞ。あ、でもね、オカリン、こういうことって言っちゃっていいのかな？こういうこととはどういうことだ？だからアニメがどうとかニコ生がどうとかってマユシーたちは知らないことにしておいた方がいいんじゃないのかな？そのことか。それならば心配ない。今俺たちがいるこの世界はダイバージェンス 0.5% 台の世界。そうしたことは全て許される世界線上なのだ。言葉の意味はよくわからんが、とにかく都合のいい世界ってことで OK？ 大人の事情だね。そんなことよりもだ、さっきも言ったようにこれは遊びではないのだ。アニメもニコ生もこの俺マッドサイエンティスト4隠居魔が結成したラボことここ未来ガジェット研究所をあまねく世に知らしめ、ひいては世界の支配構造を覆し、この世に混沌をもたらさんがための手段に他ならないのだ。分かったらお前たちも少しは。オカリンのセリフが長すぎてマユシーにはわからなかったのです。長ゼリフをつまりはどういうことなのかな？気にしなくていいよ、まゆし。要するにオカリンがいつも言ってる
妄言みたいなものだし。それじゃあマユシーはいつものように楽しくお話ししてればいいのかな。いいんじゃねそれで。おいお前たち、いい加減なことを言うんじゃない。もう一度言うが、これはあんたこそいい加減なこと言ってるんじゃないわよ、岡部。めめ、その声はまさか。クリスチャンだ。クリスチャン、トゥットゥルー。てってるまゆり。助手風情がこの鳳凰院教魔に何を言いに来たのだ。だから誰がいつあんたの助手になった。あとさっきから聞いていれば適当なことばっかり言って、何がラボの存在を世に知らしめるのが目的よ。いい？このコーナーはアニメを見てシュタインズゲートに興味を持った人たちに私たちのことをよりよく知ってもらうためのコーナーでしょうが。そうなのクリスチャン。やっぱりそうだったんか。なんか変だと思ったのだぜ。似たようなものではないか。全然違うわよ。まったく。今日は私のことを知ってもらう回だって言うから外でずーっと待機してたのに、待てど暮らせどお呼びがかからないし、変だと思ったらほんと適当なことばっかり言って。おかげでもうほとんど時間が残ってないじゃない。どうしてくれるつもりよ。そうは言うが、一体これを見ている奴の何人がお前のことを知りたいなどと思っているというのだ。たくさんいるわよ。自意識過剰め。だったらみんなに聞いてみればいいんじゃないかな。おお、確かに聞いてくれてる人に直接聞くのが一番手っ取り早いかもしらんね。まゆしいいこと言う。へへへ。それじゃ早速聞いてみるわよ。これを聞いてる人で私のこともっとよく知りたい人、手を挙げてくれる？ほらごらんなさい。世の中どうかしているとしか思えんな。何を言っても負け犬の遠吠えにしか聞こえないわね。ならばよかろう。この俺が女子ことクリスティーナについての情報をいろいろと教えてやろうではないか。なんであんたが。この生意気な女はマキセ・クリス。アメリカはビクトル・コンドリア大学脳科学研究所で脳科学を専攻している研究員だ。現在18歳ながらも飛び級で進級したばかりか、有名科学誌に論文が掲載されるなど、その筋では天才と呼ばれている。あら、岡部にしてはまとも。つうかほとんどキャラ設定書そのままじゃね。そうした経歴のせいで周囲の妬みなどによくさらされ、結果見てわかる通り気が強い性格になった。ほっとけ。通称クリスティーナ。一度死んだはずなのになぜか生きていることから蘇りし者、ザ・ゾンビなどと呼ばれることもある。おい。後に天才マッドサイエンティストである鳳凰院教魔の才能に惚れ込み、懇願して助手となる。待って。偉そうなことばかり言っているが、実は重度のアットチャンネラーでスイーツかっこ笑いな思考の持ち主でもあり、ある意味残念なのは己だ。黙って聞いていれば途中から適当なことをペラペラと。やっぱりあんたに任せるのは間違いだったわ。文句があるなら最初から自分で言えばいいのだ。言われなくてもそうするつもりだったわよ。まったく。いい？今の後半部分は嘘だからね。本当の私はもっと。なった！どうやらもう時間がないようだ。残念だがお前の紹介はここまでだな、クリスティーナ。ちょっと待って。それじゃあ変な誤解を受けたままになっちゃうでしょうが。お前がもたもたしてなかなか出てこないからいかんのだ。あんたがどうでもいいことをずっと喋ってたからじゃない。どうでもいいこととはなんだ。俺はこの未来ガジェット研究所の発展と世界の混沌のために。それがどうでもいいことだって言ってんのよ。何をこの猛虎犯少女。何よそれ。私には猛虎犯なんてないっての、この中二病。ああ、また始まっちゃったね。まあこれはこれでいつものラボがどんな感じか分かってもらえたような気がするし、いいんじゃね。そっか、それもそうだね。そんなことより僕のフェイリスタンは出ないのかお。ああ、それはね、次回のお楽しみだって。うほう。本当に時間来ちゃったみたい。それじゃあみんな、トゥットゥルー、また